こんにちは、大輔です。本日はですね、視聴者さんからの回答動画になります。インドネシア、バリ島についても知りたいです。ということで、JJ トミーさん、ありがとうございます。今の世界ですね、何が正しいかを判断するっていうことは難しいですよね。人が集まるね、イベントなんか開催されると、何やってんだ、こんなご時世に。ってね、いわゆる自粛警察ってね、呼ばれてしまうような人たちがどっからか湧いてくるっていうね、そんな話、皆さんも聞かれたことあるんじゃないでしょうか。あえて私が、どちらが正しいとかね、僕がどっちサイドについてるとか、そういうことを発信したくてこの動画を撮ってるわけではないということを先にね、お断りして進みたいと思うんですが、本動画でお伝えしたいことっていうのは、好き勝手にですね、騒いでしまうようなパリピな人たちに対して、適切かどうかっていうのはわからないんですが、自粛をね、求めて怒り出すっていう、こういうね、図式がいろいろあるかと思うんですが、これが日本以外でも存在するんだなということに気づいたニュースがありましたので、皆さんに報告をしたいと思います。で、少し前のニュースになるんですけど、4月の末に報じられていたデイリーメールの記事なんですね。このソーシャルディスタンスを遵守しない外国人グループがレストランに集まって食事をね、一緒にとっていたりだとか、プールで泳いでいたりだとか、サーフィンしてたりっていうね、こういう様子を、現地の人なのかな、カメラにね、抑えられていて、それがアップされていたっていうことなんですね。今現在、バリ島があるインドネシアっていうのは、外国人が観光目的で渡航するってことは不可能なんですね。日本の外務省のサイトも見てみると、もうそこに書かれてるんですが、外国人によるインドネシア入国及びインドネシアのトランジットを原則禁止するという記載がありますよね。ですので、この記事によりますと、騒いでいるのは長期滞在されているですね、外国人ということらしいんですね。これに対して腹を立てているのがバリ島の現地住民っていうことになるんですけど、なんでね、ここまで目くじらを立ててるかっていうと、もうまさに今ですよ、観光産業を復活させようっていうことでね、バリ島の安全性をこれからアピールしていこうというね、そういう立場にあるからなんですね。で、今現在インドネシアに関しては人口100万人あたりの感染者数っていうのは285名程度になりますんでね、日本の感染率で言うと、日本の2倍程度というふうに見ることができるんじゃないでしょうか。かつね、新規感染者のグラフを見ますと、右肩上がりですので、どこでね、ピークアウトできるのかっていうのは、ちょっとね、今後読み切れないわけなんですね。で、この状況下において、緩和していけるのかっていうのは、これはね、疑問になるんですけど、それでもね、観光産業を復活させねばならない理由っていうのが、インドネシア、特にバリ島にはあるんですよ。で、皆さんね、その理由は何だと思われますでしょうかね。でもね、もうこのチャンネル見てる方っていうのはもうお分かりだと思うんですが、だってね、バリ島ですからね、神聖な力が宿るパワースポットに行ってもよし、島のビーチでサンセットを拝んでもよしということで、そうなんですね。それはバリ島の産業構造のうち、観光業が占める割合にあるわけなんですよ。インドネシア全体の GDP のうち約 5% が観光業でありまして、その大部分っていうのがバリ島が牽引してるっていう、そういうね、状況なわけなんですね。そこに来てね、入国制限がかかったというわけですから、観光業に従事していたね、ホテル、レストランね、レジャーなどで生計を立てられてるバリ島のね、現地の方からしたらもうたまったもんじゃないわけですよ。今年3月時点で入国制限がかかる直前、ギリギリ直前にですね、バリ島を訪問していた外国人っていうのが16万人いたみたいなんですよね。これが4月になると、これがですね、273人に減ったということですから、もう尋常じゃないですよね。減り方が。もう桁が違うっていうかね、もうゼロになったっても過言ではないですよね。だからね、私がこのね、ホテルの支配人だったともしましょう。例えばね。で、支配人がね、こういうわけですよ。もう今月は深刻だな。これじゃあみんなに給料払い続けることできないぞ。ちょっと、みんな集まってくれよ。悪いなみんな。全くお客さんが来なくなって、一旦このホテル、閉鎖せざるを得ないことになりました。仕事がね、なくなるから給料が払えなくなるんだよ。すまん。困りますよ。でも仕方ないですよね。外国人がもうゼロになってるっていうのはもうニュースで見てますからね。すまんな。迷惑かける。ということで、施設閉鎖をね、始めるわけなんですけど、そうこうしてると支配人がですよ、一部の関係者をね、後日集めるわけなんですね。で、こういうことを話すわけなんですよ。集まってくれたみんなありがとう。今日みんなに集まってもらったのは今後についての話だ。これからの時代は清潔さがもう第一番。ソーシャルディスタンスっていうのはもう絶対に守っていかなくちゃいけない。マスク着用も必須。もちろんです。わかってます。よし。じゃあ、ニューノーマルプロトコルをみんなで作って観光産業を復活していこうじゃないか。
でね、こういう風に意気込んでですよ、僕のね、この支配人が演説してる最中に、スタッフが言うわけですよ。支配人、隣の施設でバカ騒ぎしてる人たちがいます。サーファーが海にもたくさん出てますよ。海辺閉鎖されてるはずなのに。しかもあれ、地元の人じゃないみたいです。なんてこった、バリ島を汚すやつは許せん。サーフィンはダメだろ、サーフィンは。というね、感じだったんだと思いますよ。皆さん、大丈夫ですかね？なんかね、僕が無理して小芝居してるの誰もコメントで触れてくれないんですけど、めちゃくちゃ滑ってますかね？続けるべきか、ちょっとね、これ悩んでるんですけど、それにしてもですよ、インドネシアについては、やっぱり感染増が心配な地域ですよね。ヤフーニュースで確認しました。インドネシアジャーナリストの米本さんの記事で確認をした情報なんですが、4月末にバリ島のある村でですよ、大規模な抗体検査が実施されたっていうね、話がありました。1210名を対象としたこの抗体検査なんですけど、その結果ですね、なんと443名がですね、陽性だと判定されたんですね。ほぼ4割っていうね、感染率ですよ、これは。やばいですよね。で、インドネシア政府の発表値では、そもそものね、PCR 検査数っていうのはね、あんまり多くないんですよね。だから人口100万人あたりの実施率っていうのは、実はね、日本、少ないと言われている日本と大差ないっていう、そういう状況なんですね。で、そこに来てですね、実際コロナ対策が施された葬式の数っていうのが、政府のね、死亡者数の公表値よりも、なんかね、高いんじゃないかっていうね、多くそういうね、葬儀が実施されてるんじゃないかっていう、そういう懸念もですね、米本さんの記事で確認ができてるわけなんですね。ちょっと怖いですよね。そしてバリ島にあるムラライ空港なんですけど、世界各国からですね、直行便が就航する空港なんですね。なんで、もしこれが仮にね、緩和されていくってことになると、多くの外国人が殺到することが想定されますんでね、バリ島に向かう直行便の出発地点でのね、コロナ検査、陰性証明っていうのは必須になったりだとか、もしくはね、バリ島に到着した後のそのコロナのね、検査、検疫体制、さらにその島内での感染防止対策っていうのも万全にしていく必要があるわけなんですよね。だからこの状況下の中で、無理やりね、観光産業を復活に推し進めるのか、経済的ダメージが多いバリ島だからこそ、この後の動向が気になっていくわけなんですよね。おそらく観光産業復活の鍵っていうのは安全対策が取られた上での中国人観光客になろうかと思うわけなんですよ。というのもバリ島を訪れる観光客の中で一番多いですね、割合を中国人観光客が占めているからなんですね。で、そしてですね、今年、来年に関しては、中国人観光客の立場からですね、見ると、感染者の多いアメリカとかね、ヨーロッパだとか、それよりもですね、程度が軽いアジア圏を狙っていこうっていう、そういう考え方があるみたいなんですね。その中でも、バリ島っていうのは代表的な観光リゾートでありまして、このあたりは継続して要ウォッチといったところなわけなんです。本日の動画はですね、現状をお伝えするのにとどまりましたけども、いかがでしたでしょうか？本チャンネルでは現地でなければなかなか手に入りづらいニュースを含めまして最新情報について動画配信もしてまいります。旅行好きの方、チャンネル登録をお勧めさせていただきます。ということで、さよなら。